ねえねえミッキーさん、うちの GY 作るの？今のところ連絡ないんだよね。ゴールデンウィークは無理か。多分無理だね。新しい情報は入ってきたよ。どんな情報？ 2023年度のフェアレディ Z の生産計画だよ。どこからの情報なの？メーカーからディーラーへの情報で複数筋から確認取れてるよ。どんな計画なの？ 2023年度は国内向け1000台という話だ。たった1000台？うん、そうらしい。2022年度は一般車は500台と言われているので少し増えるのかな。すでにオーダー停止になっているけど、オーダーはどのくらい？公式の発表はないけれど3500から5000台と言われているね。じゃあその生産台数が続いたらバックオーダー分だけで3、4年かかるね。そうだね。注文再開はバックオーダー分の生産ができてからなので3、4年後になる可能性が高いね。うわ、じゃあうちは注文できただけまだマシなのか。初年度500台には入っていると言われているので6、7月には。なんで何の進展もないの？推測だけど東京の販売系列はメーカーへの注文が遅かったかも。初期500台に入らなかった人はどうなるの？東京日産への有り当て台数、販売方法は2023年度の上四半期に決定される予定。なんでこんなに少ししか作れないのかな。おそらく理由は3つ。半導体とかの部品のサプライチェーンの問題とか？そうだね。これまでの最大の問題はそこだと思う。2つ目は何なの？ Z は日産栃木工場で生産されているんだけど、その設備の問題。栃木工場は2021年からインテリジェントファクトリーになったみたいね。塗装の特徴は鉄製のボディと樹脂製のバンパーを同時に塗装すること。それが稼働したら予想以上に困難らしい。それが原因なら G だけでなく、栃木工場で生産される全ての車種の生産数が減るね。その通り、同じ工場で作られるアリアなども減っているのはそのためもあるね。サプライチェーンが改善しても生産できないなら工場の問題かもね。3つ目は CO2 問題だ。 G を作るのと関係あるの？カフェ規制というのがあるんだ。飲み物が関係あるの？カフェ規制とは自動車の燃費を向上させるための規制なんだ。何を規制するの？車種ごとでなくメーカーごとに二酸化炭素の排出量を計算する。たくさん二酸化炭素を出すとどうなるの？メーカーに罰金が課される。じゃあ電気自動車を作ってガソリン車作らない方がいいね。そうなんだ。ガソリン車を作りすぎるとメーカーは損するかもしれない。じゃあ栃木工場はアリアを作った方がいいね。アリアの生産台数が軌道に乗ったのに Z は生産されないとしたら、カフェ規制のためかもしれないね。そうそう。今後の日産の生産パターンは3つ。部品供給が不十分で全ての車種が作れない。それが1つ目。栃木工場で作られているアリア、C、GT、R だけが作れない。それが2つ目で、おそらく塗装システムの不具合のため。 G だけが作られなくてアリアは作られる場合。3つ目がそれでカフェ規制のためかも。どちらにしても G には厳しい状況だね。そうなんだけど、少しガソリン車に明るい兆しも見えてきた。それは何？ガソリン車全廃を決めていた欧州委員会が方針を転換し、条件付きで認めるそうだ。条件って何？合成燃料使用車は認められる。合成燃料って何？二酸化炭素と水素を原材料として製造する石油代替燃料のことだよ。何がいいの？カーボンニュートラルなのと現在のエンジンで使えることかな。今のエンジンで使えるのは分かったけど、カーボンニュートラルって？再生可能エネルギー由来の水素と工場などから排出される二酸化炭素で製造するんだ。だからガソリンと違って大気中の二酸化炭素を増やすことがないんだよ。じゃあすぐ使えばいいのに。残念ながら合成燃料は高いんだよ。コストを下げるのが課題の一つだね。そうだね。 EV はクリーンだからいいのかな。
それには疑問の声が上がっているよ。どんなことを？一つは電池の原料のリチウムの問題。採掘や生産には環境への悪影響があることが言われているよ。充電に使っている電気がクリーンとは限らないしね。電池を作ったり捨てたりするのも環境に負荷がかかる。 EV が内燃機関よりクリーンだと決めつけられないかもしれないね。いろんな選択肢を残してより進化させると豊かな未来につながるね。そうだね。ご視聴ありがとうございました。